皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は桔梗朝の葉の刺し子付近を制作していきます。今回で8回目の動画になります。よろしくお願いいたします。今日の流れは本当にざっくり言いますとですね、まずは今残っている部分のこの向かって右端のここが残っているので、ここの刺し順について少し話そうかなと思います。そして後半はこちらの付近の完成ですね。完成しましたっていうところをね見ていただこうかなと思っています。今回は珍しくですね別の日取りにしようと思います。今ね撮ってるんですけれども、これはね前半部分だけ今撮ろうと思っていて、後半部分はまたここを指し進めて完成した別の日に撮ってそれをつなげた動画にしたいなと思っています。よろしくお願いします。まずは今までの動画の流れの簡単な振り返りをしていきますね。1回目2回目はこちらの模様の話ですね。2回目はこちらの下準備済みのさらしに模様を描いていきました。3回目4回目は直線で刺せる部分を優先に刺していきました。5回目6回目は、ここの小さなこう三角形の集合体になってるんですけど、この三角形の中をどのように刺し子するかっていうのをやっていきました。で7回目、前回の動画ではこちらの端っこですね、この両端のところがどうしても残ってしまう部分があるんですね。5回目6回目で話した通りに進んでいくと、ここのね一番この両端がね残っちゃうんですよ。でそこの部分を一手間加えると、結論こっちはね埋まってるんですよ。こういう風にね見ていただきますと、ここのとこもね埋まってるんですけど、こちら側は埋まってないんですよね。こちら側は埋まってなくて、ここのね三角形の部分が今残った状態になってるんですけど、5回目6回目の通りに刺すとこういう感じで残っちゃうんですよ。でこちら側刺す時はそこまでね考えてなかったので、この辺はね前回も言ったんですけれども、そこまで考えてなかったのでこの三角形がこう残っちゃってしまっている。だけどその後ねこっち側行く時はね、こういう風に進めば埋まるんだなっていうのを分かったので、そういう風に刺したのでここが全部埋まってるんですね。でそれが前回話した通りになって、で今回はこのね、じゃあここね残っちゃったじゃん、これどうやって刺していくのっていうところを私のこう記録のために話そうかなと思ってます。前半はねその話です。でもちろんねここの三角形の部分だけ差し越して切って差し越して切ってっていうやり方でも全然問題はないです。私はねなるべく切りたくないから、そのためにどういう風に刺したのかっていうのを話そうかなと思っています。でここの今上から進んでいって、こう三角形の部分をねジグザグジグザグってきて、今ここに来たんだ。ここに来て今ここの三角形を埋めるところなんです。でここの、今までの手順できたらこの三角形を埋めたら、今度こっち側に来てこの三角形を埋めて、で次こっちっていう感じでこうジグザグジグザグって下がってくるんですけど、それやるだけだとここの三角形は埋まらないんですよね。で私はここをやりつつちょっと寄り道してここの埋められなかったところ埋めてあげようと思って、そういう風にね刺してるんですよ。その刺し順をね今話そうかなと思います。ではちょっと向きを整えまして、くるっとね回しまして、はい今じゃあその刺し順を説明していきます。ここまでね来てまして、ここをねここの交点を通って今ここに糸が出てるんですね。でこれねいつもの手順通りでいきますと、ここからまず小さいこの中のね三角形のこの一辺を進む。でそして道なりにまっすぐ行く。で今までだとこの三角形の中を埋めていくっていうことを考えると、ここで折り返すんですよ。ここで折り返してこの小さな三角形の一辺を進み、でここを一旦戻り、
そしてこちら側に進むっていう感じなんですけど、ここをですねわざと戻らないっていうのを今だけね、ここだけね、ここまで来てこういったらここで戻らずここまで進むんですよ。ここまで進んでここをこうぐるっとこのちっちゃい三角形を折り返して、そしてここがね、ここをどう捉えるかなんですよ。ここを私は糸をこう交差しながら戻るんですよ。でそうするとここに戻るんで、ここからはあと同じです。はい。こういう感じで刺していこうと思っていて、やったから、今ねここを埋めようとしてるんですけど、この手順でやったからすでにねここが埋まったんです。ここの三角形埋められたんですよ。通りでやってったので。でそれをちょっとやっていきますね、差し越しながら。今三角形の小さいところ、小さい三角形の一辺を通りまして、そしてここですね、今交点通ります。本当はここでいつもだったら折り返すけど折り返さない。そしてまっすぐ進む。はい、こっちに行こうとしてる。で私ここあまりにもここの交点ね重なりが増えてきてるので、あえてここ今針通したんですけど、裏にはね針は出てないです。ここね、裏の交点のところね、あまりにも重なりがね見える部分大きすぎるので、あえてさらしとさらしの間の中通してあげてます。そしてこの辺りはねバランスですね。バランスを見て私は裏に出さない方がいいなと思いました。で、はい、ここまでこう来てますね。でここで一旦抜きまして、糸整えてあげたら、今度は小さな三角形のところ進んでいきますね。はい、ここで入れてあげて、向きを変えて外枠のところですね、そこを通していきます。ここを外枠かかるところはさらしとさらしの間糸通してあげますので、裏からは針が出ないようにしています。あ、出てる出てる、ダメだ。はい、ここはちょっと油断しないように、今すごい針が出てましたね。あ、大丈夫です、出てないですね。はいはいはい、今度大丈夫です。針は出ておりません。そしてここでですね、今度戻るゾーンに入っていきますね。はい、糸を出しました。糸の調子を整えました。そしてこの小さな三角形を進みます。はい。で、ここからね、戻るのですが、はい、ここをですね、私の場合は、さらしとさらしの間、糸通してあげます。で、もともと今通した針目に対して S 字を描くようにジグザグといきます。で、ここはですね、ここの今針がね交点のところに今差し掛かってます。あ、ちょっと今裏から出てたから微調整しますね。はい。で、今針がさらしとさらしの間通って交点のところ差し掛かりました。さっきは反対側行くときはさらしとさらしの間糸通したんですけど、今回だけは私裏で一旦出そうと思います。これ一気に行くとすごい難しいんですよね。なので私一旦ここの交点のところで調子を整えるためにわざと今上に出しました。でここからまたさらしとさらしの間糸通してあげて、次の小さな三角形のところまで私は戻ります。はい、今ここから針が出ているので、ここからここの部分がさらしとさらしの間糸を通っています。でここで戻ります。
はい、でここはですね、しっかりで糸を引いてあげたいと思います。ここでキュッとしっかり引いて、なるべくここが本当はこう折り返して2本入ってるんですけど、できるだけ1本に見えたらいいなっていう気持ちでですね、キュッと糸を引きました。はい、裏から見ていただきますと、このような感じで、ここですね。ここですね。ここを進む時に2本重なってるんですけど、1本に見えるようにと思ってここまで来ました。で、そうなるとこの小さな三角形のとこまた戻ってきましたので、ここからはもういつもの通りですね。はい、こういう感じで進めていきます。はい。そうすることによって、ここを通りつつ、ここの三角形の中を埋めつつ、こっちのね、空いてたところ、ここがね、空洞でしたので、ここを少し寄り道してあげて、ここを埋めることができました。もう一回裏から見ていただきますと、このような感じで、はい、ここの三角形の中を埋めてあげるために今進んでるんですけど、ここで寄り道をして、ここのね、空洞になっていた三角形も埋めることができました。こういうふうにしていきますと、例えば次ここも空洞になってるんですけど、ここも埋まっていきます。で、こう埋めていきながらこちらまで行って、でこう折り返していく中で、この間のところですね、今こう間で空いてるんですけど、この辺りもね、今度戻ってくるところを指しつつ、今みたいに寄り道をすると、今ここで空洞になってる部分が全部埋まって、ここまで来た時にはもうここが全部埋まってるっていう流れになります。その間をこの糸を切らずに進めることができるっていう指し順になります。これはですね、毎回この指し方はしないと思います。できるなら前回の7回目で刺した時のようにこっちをね埋めていこうと思ってるので、もう今回のこれはね、今回だけあと差し抜けしてしまった場合にこういうふうにやる方法もあるなと思ったので、一旦それについてお話しさせていただきました。はい、あれからですね、私の宿題として続きをやっていました。そして今ここに完成した刺し子付近があります。無事に、完成しました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。いやー、長かったですね。今回の桔梗朝の葉8回目ですね。動画が。で、今回の動画前半はね、今まで見ていただきましたが、刺し順ですね。ここの一番、反対側のね、こちらのね、外側にかかる三角の部分が空いている部分があったから、そこをどう埋めていったかっていうのを話をして、でその後の流れをお話しさせていただきますと、動画を撮った後にそのままひたすら続きを進めていきました。それでまずは刺し子を全部埋めていきました。それによってここがね、全部ね埋まっておりまして、で水色のペンでこの模様線を描いてたんですよね。それ2回目の動画でそういう風に描いたんですけど、模様線は、を消すために洗いました。はい、水につけて、あとは洗いまして、で乾かしまして、で乾いた後にアイロンを一通りかけて、その後に糸端を切っていきました。それをやっていって、今こういう状況になりまして、無事に一通り完成することができました。はい、全体的に見ていただきますとこのような感じで、こちらの糸を使って、刺し子をしました。それで桔梗朝の葉完成でございます。表からの針目を、見ていただきますとこのような感じでございます。私はこの模様に関しては、ここから例えばここからここまでの間何目にするっ
っていうのをもう決めて、そのパターンに沿って、でそれに即して全部ね埋めていくっていう感じなので、長さがある程度は決まってきてますね。同じような針目でいってます。であとやっぱり交点のねここのバランスはできるだけ綺麗に出るようにとは思って、刺しています。そして三角形ですね。で三角形っていうのはこの大きさの三角形もあれば、さらにこのね小さな中の三角形もあるんですよね。ここの小さな三角形の針目の出方ですね。ここもね合わせるようにしました。どういう針目のパターンでこの三角形が浮かび上がるかっていうところを、こういう感じです。これ、手2つしかないので2つの角しか表してないですけど、さらに1個こうねあって、針目のねどういう風に見えるかっていうパターンを、こういうパターンで刺すっていう風にしたら、もうそれを、ここでも同じようにここでも同じようにみたいな感じで、はい、何目入るか、いっぺんに何目入るかで、さらにその針目の表から見える針目のパターンもね、合わせてひたすら刺していって埋めていったという感じになります。でこっちで、これが表なので、裏もね見ていただきますね。裏の針目は、はい、このような感じになっています。なので、交点のところは、表とは対になってるわけですから、裏ここの点がねしっかりこう集中してピンポイントで浮かび上がってくるようにっていうところですね。はい。でこの裏の針目のパターンも、表が同じだったら裏も同じっていうことで、ここがこう欠けないようにですね、はい、どうしてもこう行って戻ってみたいなこととかをやったりするので、そうなると裏の針目がちゃんとパターンとして出ているかっていうところがね、一目抜けちゃったりとか刺し方によっては出てくるので、そういうものの差し抜けがないように同じパターンで針目が出るようにっていう、ここが一個抜けてたこういうことがあります。あじゃあこれが忘れるパターンの一つの例として今見つけてしまった。こここういうとこがねやっぱりね出てしまうんですよ。これがね難しいところなんですね。この三角形の多分ここまで行ってこう行ってこう行っちゃったんですよね。私絶対ここ忘れるパターンでっていうのを5回目とか6回目の動画で言ったんですよ。それがね、これはちょっと失敗の失敗の見本になってしまったが、ちょっと偶然見つけたのでこういうことになるんですよ。だからなかなか難しいです。難しい難しいのは難しいんだけど、なんかこう迷路とは言わないけれども、なんか頭の体操になって私は、面白く指し進めることができたかなっていう感じはあります。そうですね、なんか運針をなるべくまっすぐどこまでも楽しみたいみたいな感じだったら、途中まではそれはできます。これはまっすぐなところはあるから途中まではできるけど、後半になるとそれはねできないので、ずっとそうやって、長くひたすらさして、それだったら一目指しをやった方がいいですしそのなんか運針のリズムをどこまでもまっすぐいって、もうパターンを崩さないように楽しみたいで、なおかつ模様差しでってなったら、これはちょっと多分選択肢ではなくなってきて、それだったら鞘型とかね角が多いからそれも確か難しいかもしれないけれども、七方とか曲線になるけど七方とかだったらそんなにさらしとさらしとの間糸通すこともないしとか、あとなんだろうな、マス刺しとかは何回も私言っちゃうんですけどね、多分マス刺しすごい好きなんでしょうね私ね角はありますけど、ひたすらこうまっすぐというか角はあるけれども一本で長くさせるっていうのはあったりするけど、一本で長くさせるんですけど、これも行ったり来たりとかあって、さっきみたいに差し抜け、いや他にもあるかもしれないな、どうかな。でもいいです。それはそれでね、1枚目なので実験的にやった1枚目なので、
それでここまでできたんだったらいいんじゃないかな。次また同じ模様で刺す時は差し抜けがないようにちょっと頑張ってみます。今回1箇所ありましたね。ここね、ここありました。これ気づかなかったな。どうですかね、他のとこはあるかもしれないけれども、だいたいいい感じにさせたから、はい、これはこれで良かったんじゃないかなと思います。で、これをね、やったきっかけは何かっていうところに立ち戻っていきますと、はい、こちらでございます。こちらのね、ユニボール1というボールペンです、これ。でも、何年か前に発売されているものなので、それを買ったんですよ。で、買った時に、この模様を見た時に、あれさせんじゃないっていう頑張ればできるんじゃないって思ったっていうのがきっかけで、今回これをね、この模様をね刺してみようということで、これをね並べてみると、これねパターンこうなんですね。この模様の今この並びに合うように置くとこういう感じですね。これが上でこうか、そうこういうパターンになりますね。はい、これを作ることができまして、非常に満足しております。私はできるかなどうかなって思ってね、なんとかこのゴールまでたどり着くことができましたのでよかった。でなおかつこれが桔梗朝の葉、そしてこれ前にねやりました変わり飛車紋亀甲、これがね、これ発売当時2つ同時に発売されていて、私は両方買っていつか刺し子を刺したいと思ってこのパッケージを取っていたということで、実際刺すことができて、なおかつこれですね、これはもう前にこっちの方から先にやってましたので、変わり飛車紋亀甲の方が前に刺したことがあったから、こっちの方は、できるかなっていう思いもあったけど、寄せ模様でやったことがあるから、こっちはね、なのでこっちからまずやってみたと。向きをちょっと一緒に置いてみました。逆 Y の字にこれなってますので、でそれがこれね、そしてこれがこれ、いやーよかったできました。こういう感じですね。なんとかですね。これとこれ、はい、刺し子でこの模様を再現することができました。ちょっと糸をね合わせてみたので、なんとこちらは紫でこちらがブルーでっていう、ブルー緑、ちょっと緑っぽくもありますけれども、ちょっと似たような色で、で若干ねあれなんですよ、太さが違うんですよ。なのでこっちの方がちょっとはっきり見えるかもしれないですね。あとこっちよりこっちの方が濃い色っていうのもこちらとね比べればねあるので、あとはやっぱそうですね、糸の太さの違いとか、それによって針目の感覚とかもこちらの方が細かいので、この斜めにいってるところなんかね細かいので、はい、この辺はもうザクザクザクっていう感じでやっていったので、そういう糸の選び、色もそうですけどね、太さによっても変わってくるので、そういうのも糸選びの楽しさっていうところでも関わってきますね。この辺はね、完成した時にどういう風な布巾に仕上がるかっていうのはあるかと思います。はい、ということで、今回はメインはね、はい、こちらでこれは一旦撤収いたします。撤収いたしまして、はい、無事に、はい、こちらの桔梗朝の葉ですね、こちらの模様を完成することができました。よかったです。もう達成感っていう感じですね。はい。で、次回は、ここからは次回予告の話をしようかなと思います。ちょっと膝の上にいたんですけど、ちょっと今特別ゲストが登場したんですけど。はい。はい。はい。ちょっと一瞬だけね。はい。今日はダメですよ。完成のところ見ていただいて。今日はダメですよ。ちょっと。どうしよ
突如乱入、猫様突如乱入でちょっと顔をドーンドーンってされております。はい、大変失礼いたしました。はい、一旦猫様にはちょっと退場していただいて、はい、気を取り直しまして、最後ね、次回予告の話をして、今日の動画を終わりにしようかなと思います。ちょっと乱入してくる方がねいると大変ですのでサクッといきます。では次の差し子付近はこれをまた差し子してみようかなっていうふうに思っています。いや、なんで急にこれ、いや、これ、これを見ると、わかる方はね、わかるかもしれないんですけれども、無印良品の布巾ですね。これね、12枚組の。私は好んで、ここの周りは色がないものを使ってるんですけれども、ここにね、周りに色があるのもあったりします。で、これ、いや、なんで久しぶりにこれ、これちなみにですね、動画遡ってみた私2年前とか、しょっちゅうこれ作ってましたね。無印良品の付近にどうかなみたいな風に思って作ったりもしていて、で最近でもないや、もう最近最近でもないや、1年前じゃないや、ごめんなさい、今若干動揺してますね。はい、ちょっとお待ちください。ですね、1ヶ月ぐらい経っちゃうかな。3月の末が無印良品週間で定期的にあるんですけど、10% オフとか、とにかくそういう習慣があるんですよね。あれで、今そうなんだと思って、久しぶりに無印良品行こうかなと思った時にちょっと目に入って、なんか見た時に、なんか久しぶりにまたやってみたいなって気持ちになったので、それがきっかけで、そっからだいぶね、もう3月末が今4月の後半になってるので過ぎちゃってるんですけど、それもこれもこれをね制作していたからなんですけど、だからその時にこれを買った時から、これが終わったら次こっちやってみようみたいな、ちょっとだいぶこれね頭使ったので、ほら書くのもそうだったし、模様に起こすのもそうだったし、あとはほらくるくる回って刺し順とか、私がねそういうの好んだ刺し順にしたからなんですけどくるくる回ってしかも刺し抜けも一箇所あったし、そういうちょっと頭使いましたので、もう単調にこちらの付近になんか緩やかな大まかな文様を描いて、太めの刺し子糸でザクザクザクってやるのを一回久しぶりに挟んでみようかなと思いましたので、次回は無印良品の付近に何か模様を刺し子したいなと思っています。その次回の動画までにこれに刺し子するっていうことはだけは今決めていて、それを何の糸にするかとかどの模様、模様も若干頭にはあるんですけど、それはね次回にお話ししようかなと思います。はい、これは次回ということでね、一旦撤収いたしまして、はい、ということで、はい、お疲れ様でございました。やっと8回目の動画でこちらの布巾を完成することができて、しかもこれをね買ってなんか頭によぎってから何年経ったんだっていう感じなんですけれども、このように形にすることができたのでほっとしています。はい、ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後まで見てくださりありがとうございました。